特別二等車誕生の話第2回車両客車編スロ60からナロ10までをお話しさせていただきます。客車列車に見る特別二等車の変遷。今回は客車特別二等車の変遷ということで二等車の車両形式ごとの解説を加えさせていただく予定としております。新生車グループ、街道車グループの順で解説していきます。ここ二等車っていうのはですね、後の一等車というふうに読み替えていただければ幸いです。新生車スロ60の話。スロ60とは GHQ の指示により誕生した車両で、オハ61に街道予定分のうち大井工場で8両、大宮工場で22両が車種変更の上誕生したもので、特徴は以下の通りでした。シートピッチは 1250mm で定員44人。冷房装置は準備工事となりました。トイレは2カ所で女性用、男性用と分けられて、いずれも洋式便所でした。当初国鉄はこの新生車両を一等車として考えていましたが、GHQ 直接の指示や CTS からの許可が下りず、二等車に100円の付加料金を加えて発売することになりました。新生車スロ50の話。スロ50とは GHQ から指示があった40両のうち、車両会社に発注分として誕生した10両で、スロ60と同じ仕様のはずでしたが、車両価格の売り上げの面がつかず、車両工場で追加で制作されたものです。当初は街道名義なので、スロ61を名乗りましたが、予算が申請名義のため、スロ50に変更されています。特徴は以下の通りです。スロ60度シートピッチが広すぎたっていう反省を踏まえて、以下のような改良が行われましたということで、まずシートピッチをですね、1250mm から 1100mm に短くしています。これによって定員が4名増えて48名となりました。なおシートピッチが 1100mm となったため、窓が広窓ではなく 700mm の小窓がね、並ぶこととなり、警戒感にね、一つかける機会がありましたということで、下の写真はね、イラストイメージでちょっと描いてみました。新生車スロ51の話。スロ51は、初めて日本人向けに製造された車両といっても過言ではありません。CTS は特急だけでなく、普通急行も最低1両は特路に置き換えるように指示があり、これにより60両が同部最高となりました。スロ50までは冷房装置の準備工事を行っていましたが、スロ51では冷房の準備工事も行わないこととなったため、配電盤などのスペースを減らし、定員はさらに4人増えた52人となりました。今度はさすがに狭いではないかという意見も出てきたのも事実です。なお、北海道に渡ったグループは二重丸に街道の上、スロ52を名乗ることとなりました。新生車スロ53の話。スロ53は、その後、国鉄時代のグリーン車の標準スタイルを確立した車両で、シートピッチの変更、1100mm から 1160mm とすることで、定員も52人から48人としました。その後の国鉄、JR における標準寸法となったのはご存知の通りです。他には以下のような変更点があったようです。暖房の電解、半解の調節を可能とする。トイレをシスタン式、一般的な家庭用トイレなどで見られる方式から、フラッシュバルブ式、高水圧の水道管に直接取り付けられたバルブで水を流すタイプに変更して、水の使用量を減少しました。台車の改良によるさらなる乗り心地を改良しました。アメリカ式に荷物となる鋼製塗りつぶしの使用としたそうです。新生車スロ54の話。スロ54は昭和27年度に導入されたグループで、スロ53の改良版として蛍光灯が全面的に採用され、床下に 420kVA のインバーターを2個、防振ゴムを介して床下に装付着。直流 24V のバッテリーから 105V55Hz の交流に変換させるようになっていました。荷棚下の座席灯は 10W の蛍光灯。天井は乳白色のプラスチックのグローブ付きで、中央に 20mm の蛍光灯が1列に12個並んでいました。まだ忘れ物が多数車両として苦情の多かった荷棚は、ステンレスのパイプを並べた方式となり、この方式も長らく特急車両などの標準型網棚となりました。新生車ナロ10の話。ナロ10は昭和32年に33両が導入されますが、
基本的な行動は従来のスロ54と同じで48名の定員で蛍光灯が採用されています。軽量車体を採用し、寝台車と同じ 2.9 メートルの車体幅を生かしたため、通路を広く取れたほか、自重は従来車スロ54は38トンを比較すると26トンと大幅に軽量化されています。リクライニングシートも軽量化。従来の車両は1セット 110kg に対して 80kg と軽量化されています。シート背面には差し込むテーブルや脱脂などを入れるポケットを設け、天井の蛍光灯はラビットスタート式調光として現行した時にも他人に迷惑かけるように読書できるよう各席ごとにスポットライトを設けるなどの改良が図られています。ナロ10はその後冷房化されてオロ11に変更されているのはご存知の通りです。ここからはですね、街道車の話をさせていただこうと思います。街道車、オロ61の話ということで、昭和34年からオハ61が改良されたグループで、昭和37年前に111両が改良されたそうです。オハ61の内装を2等車から1等車に改良するのですが、窓枠はアルミサッシ化されるなど、同時に近代化改良を施されました。東電のことながら台車も交換されており、TR52 型、改良当初はオロ61を名乗っていましたけども、車体に鋼体はそのまま利用しているので、シートピッチは 1270mm とスロ60よりも長くなっていたようです。なお、オロ61は昭和42年から冷房化され、スロ62に形式を変更しています。スロ62はスロ50、後述のスロ54と一緒なんですけども、屋根を低くした AU13A 型ユニットクーラーを5機搭載するもので、床下にディゼル発電機を装置が取り付けられました。なお、1971年から79年にかけて、小田式客車スロ81系に改良されたグループもありました。当時はよく見られた12系以前の小田式客車はこのオハ61を格上げした車両であったということになります。スロ54やナロ10の冷房街道で誕生したマロ55、スロ54の冷房街道、オロ11などについては次のページで簡単な解説をさせていただきます。街道車冷房化街道の話、マロ55。昭和40年初め、2等寝台車以上の車両は冷房化する方針が発表され、スロ54やナロ10も冷房化されることになりました。そこで先行して試作的に昭和39年に小倉工場で改良された2両は、冷房化で重量が増したため、マロ55と名乗っていました。改良された車両はスロ54、26と29で、後年のユニットクーラーを搭載する方式ではなく、20系同様に座席部分をかさ上げしてダクトを通す方式が採用されました。昭和40年には高砂工場で転換クロスシート車の波色、スロ43、オロ35の近代化改造車から TR23E という台車を交換したそうです。これにより重量が軽くなり、スロ54に復帰しました。スロ54の冷房改動ということで、マロ55に改良されたスロ54以外は、ユニットクーラーを採用することとなり、低屋根化するとともにですね、AU13 型クーラーを5機設置、台車も TR23E に変更しています。TR23E って言ってもね、ピンとこないと思うんですけれども、TR23E は TR23 の軸受け、この丸い部分ですね、ここを殺し切りしたタイプです。ね、ここ。そういうことになってます。街道車、冷房化街道の足、オロ11。オロ11はナロ10を冷房化した車両で、昭和41年から、基本的にはスロ54の量産街道と同じで低屋根化した上で AU13E ユニットクーラーを5機設置した車両でした。昭和41年に小倉工場でナロ10の10から13、4両の街道を皮切りに各地の車両工場で改良が進められたそうです。ユニットクーラーを設置したことで側面にかかる荷重が課題となり、窓枠が歪むなどして比較的早く昭和40年代後半には廃車されたと言われています。客車に関する章はこれで終わります。客車列車における特別2等車の概要をお話しさせていただきました。なお、ナロ20につきましては、
基本的にはナロ10と同じですので、解説は省略させていただきました。次回は電車並びに気動車の2等車、後の1等車の解説をさせていただく予定にしております。